皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はベランダで徒長していたこの多肉たちを胴切りしていこうと思います。今年の夏は本当に暑くってベランダの遮光も少しきつめにしたんですが、こんなにねたくさんの多肉が徒長してしまいました。このまま育ててもいいんですが、ちょっと見栄えも悪いのでリセットついでに胴切りして葉ざしももいでおこうと思います。このハートディライトもお日様にガンガンに当てて真っ赤に紅葉させたいと思います。そしてこのラズベリーアイス、気がつけば親株がどっかに消えちゃってましたね。今回はついでにこの小株たちも植え替えをしようと思っています。それではまずはこのクラウディアから。すでに何枚か葉が落ちているので拾い集めておきました。この葉はクラウディアの葉ざしのポットに一緒に挿しておきます。このクラウディアですが、葉ざし率は意外といいんですが、成長は少し遅いような気がします。多肉の胴切りをする前には土を先に用意して間違わないように名札をセットしておきます。ハートディライトから胴切りしていくんですが、下葉を何枚か残すように胴切りしておきます。茎だけでも大丈夫なんですけど、この方がお水をあげるのも忘れずに済むので、下葉は何枚か残しておく方が安心です。いつもはカットしてそのまま土に刺してしまうんですが、今回は茎が少し太めでカットした断面が乾いていなかったので、ロゼットを逆さにして切り口を少し乾燥させています。そして今回は胴切りと同時に葉ざしでも増やしておこうと思うので、葉の根元を左右に揺らして優しく葉をもいでおきます。この時ロゼットの形をしっかり確認しながら余分な葉だけをもいでいきます。もともとこのコブエケは高根の花でなかなか手が出せなかったんですが、一つお迎えしてみると次々と欲しくなっちゃうんですよね。そして今年お迎えしたのがこのハートディライト。今から真っ赤に紅葉する姿をとっても楽しみにしています。大好きな多肉だけに胴切りと葉ざしでたくさん増えてくれると嬉しいんですけどね。お次はこのアクエリアス。この子もかなり徒長していますが、ちょっとね茎のどこを切っていいのか悩むところですね。このアクエリアスは意外と下葉を残してくれていたので、ぐるっと一周葉を残すことができました。そして徒長しているのは茎だけではなく葉も少し徒長しているので長くね伸びてしまっています。胴切りした時に傷つけてしまった葉はちょっともったいなかったですね。はい、とりあえずハートディライトとアクエリアスの胴切りが終わりました。胴切りした親株の方はこんな感じになっています。これは後でしっかりと水やりをしておこうと思います。胴切りの続きをしていこうと思うんですが、この葉実、前回は徒長しすぎていて何の多肉か分かんなかったんですよね。徒長していますが葉もしわしわ。本当は丸葉でとっても可愛い多肉なんですよ。お次はこのエスメラルダ。このエスメラルダ、茎が真っ黒になっていてすでに樹れて腐っていました。どこまで腐っているのか茎をカットして確認してみたいと思います。ここまでカットしてみてもやっぱりまだダメかな。あとは様子見ですね。このまま少し茎を乾燥させておきます。このクラウディアは庭とベランダ両方に置いてあるんですが、両方ともこんな風に
徒長していました。このクラウディアも可愛いとこ取りでカットして、小さいのでこのまま3つ同じポットに挿しておこうと思います。胴切りした後は土に挿すだけなのであっという間に完成です。このまま大きくなって窮屈になったらまた植え替えをしようかな。胴切りの最後はこのグリーンアップル。このグリーンアップルも気がつけば茎がどんどん長くなって下葉がだいぶ枯れてしまいました。でも今回は胴切りするにあたって下葉が枯れているのがちょうどよくって、そこにハサミを入れることができました。グリーンアップルもたくさん増やしておきたいので、少し多めに葉をもいでおくことにします。そして胴切りした方の株を見てみると、ここに小さな芽が一つ出ていました。これでグリーンアップルの胴切りと葉ざしは完了です。そしてちょっと気になるのがこのエスメラルダ。茎は乾いているようなので、このまま土に挿して様子を見たいと思います。ここで胴切りした多肉ってどうなるのってちょっと気になりますよね。これ去年胴切りしたレインドロップスなんですが、こんな風にこぶいてくれるんです。そして今年の夏に胴切りしていた乙女心とドルフィンです。ドルフィンも茎から小さいね小株ちゃんたくさんこぶいてくれています。もちろんこの乙女心も胴切りした茎の部分からたくさんねこぶいてくれているんです。次はこのラズベリーアイスなんですが、親株が消えてなくなる前にも実は子株は取っていたんですよね。それでもまさか親株がいなくなるとは思ってもみなかったので、親株が消えた時にはちょっとショックでした。子株を掘り返してみると、もうすでにね立派な根っこがたくさん生えているので、このまま植え替えてもいいんですが、この根っこは少しカットしてリセットしておきます。茎もこのままだと少し長いので、根っこが残っていればお水は吸えるので短くカットしておきます。ちなみにこのラズベリーアイスが植わっている土は日向土の細粒になります。この日向土は土といっても石の小さな粒なので水はけはとってもいいんですよね。ただ水はけが良すぎる分、お水をしっかりあげないと多肉がシワシワになってしまいます。ラズベリーアイスも最後の一つ。これでラズベリーアイスの植え替えも完了です。そして胴切りした株に水をたっぷりあげてきました。ちょんぱした頭部分はこのままガンガン日に当てて早く根っこを出してくれるといいんですけどね。この胴切りした方なんですけど、ちょっと欲張ってたくさんこぶいてもらおうと思い、このグリーン育ちを一粒ずつ置いておくことにしました。はい、ということで今日は秋の多肉の胴切り作業と植え替えをしていきました。いかがだったでしょうか。まだまだ秋の多肉ごとはやることがたくさんあります。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。